皆様、本日はですね、リクエストにもあったんですけれども、ビーフストロガノフをめっちゃお手軽に作って、お手軽ビーフストロガノフやっていきたいと思います。で、ビーフストロガノフって聞いたことがある方はいるかもしれないと思うんだけど、なんぞやと。要するに、ちょっと酸味、クリーミーで酸味の効いたビーフシチューみたいなもんですね。はい。そんなもんです。で、やっていきたいと思います。で、ロシアの料理なんだけど、こういうサワークリーム。こちらを使ってほしいんですけども、サワークリームが普通にスーパーで売ってない場合もあるんですよ。その場合は、牛乳とお酢をちょっと加えたらサワークリームに似た風味になるので、そちらで代用してくれても構いません。で、あとこちら、ハインツの今回デミグラスソースを使おうと思ってるんだけど、本来はフォンドボーを使うんですよ。ただ、この同じような缶でフォンドボーも売ってるんだけど、まあ高い。これがね、250円ぐらいだったと思うんだけど、フォンドボー800円ぐらいするんで、同じ缶で。だったら正直こっちの方が安くて美味しい、普通に美味しいのができるんで、全然デミグラスソースでも大丈夫。ということでやっていきます。で、材料はシンプル。牛肉、切り落としですね。今回は、600弱ですね。600g 弱に玉ねぎ1玉と、マッシュルームを2袋分。で、キノコのね、旨味をしっかり出したいので、こんな感じでやっていきます。はい、じゃあまず、牛バラ切り落としなんですけども、牛肉の普通の切り落としですね。で、個人的に、これは切らなくてもいいかなって、大きいのゴロゴロ入ってる方が嬉しくない？嬉しい。OK ということでカットせずにもうこのまんまで、正直ちょっと炒めてる間にちぎれちゃったりとかはあると思うので、大きめにカットした状態でこのまんまで大丈夫で、ここにお塩少々と黒胡椒、小麦粉を大さじ1ぐらい入れてまぶしときます。この状態で、ちょっと小麦粉を牛肉にまとわせて、俺ね、昔作ったことあるんだけど、ビーフストロガノフ。その時は生クリームを使って、で、デミグラスソースは缶じゃなくて、ビーフシチューの素作ってやったんだけど、だからクリーミーなビーフシチューだなっていう印象だったんだけど、多分ね、サワークリームとかにするとね、全然また印象が変わるので、これが多分本場に近い、ちょっと酸味の効いたね、やつだと思います。はい。じゃあ牛肉はこんな感じで軽く下味染み込ましといて、玉ねぎ。で、これ薄くスライス。はい、玉ねぎスライスしたら最後マッシュルーム。で、こちらはね、お好みですね。ゴロゴロっとした食感がいいのか、ちょっとスライスして馴染みよくするのかって感じですね。じゃあ、今回このちっちゃめのやつもちょくちょくいるんで、ちっちゃめのやつは少し大きめにカットして、大きいやつだけスライスにしようかな。OK。じゃあ、大きいマッシュルームはスライス。で、今回はマッシュルームだけ入れるんだけど、しめじとか全然使ってくれてもよくて、キノコと玉ねぎと牛肉を炒めるっていうのがこのビーフストロガノフの特徴なんで、マッシュルームじゃなかったとしてもとりあえずにキノコは絶対入れてほしい。ただね、マッシュルームすごい旨味強いんで、おすすめはこれかな。じゃあマッシュルーム、玉ねぎ、牛肉の準備ができたら火にかけていきたいと思います。では、熱したフライパンにバターをちょっとたっぷりめ、まず 20g 入れて、まず玉ねぎから炒めていきます。玉ねぎ。で、玉ねぎがちょっとしんなりして、今回はしっかり甘色になるまでは炒めないですね。いい感じに適度にしんなりしたらで大丈夫。もししっかり甘みを出そうとして甘色にしたいけど、もうちょっと短い時間でって場合は、最初にね、こちらの玉ねぎだけ電子レンジ 600W で3分ぐらいチンして、その後炒めれば結構簡単にね、甘色になりやすいんでおすすめですよ。今回はデミグラスソースのカンカン使うから旨味がここでも十分詰まってるからね。ちなみにさ、今回さ、ちょっとこの料理中ね BGM をねなくしてるんだけど、どう？みんなどっちがいい？特に唐揚げとか揚げ物とかした時はね BGM が多分ない方が
いい音すると思うんだけど、普段はどうだろうか。ちょっと皆さんのコメントもねお待ちしております。真ん中の音だよね。まあね、だから鼻息が入るからね。それはいずれマイク買いたいね。もっと高性能なやつ、高性能。指向性マイクね。そうこれ今全体拾ってるからさ、カメラの隣に俺の顔があるからさ、そりゃ吸うよね俺の息。いや俺もだから自分で作る時とかさ、息止めてるもんたまに。わかるわ。物撮りしてる時はね音消せるからいいんだけど、だからみんなちょっとごめんね、俺の鼻息が BGM みたいになってるかもしれないけどそこは許して。じゃあ玉ねぎがこんな感じでまだ色はついてないけども完全に火は入ってしんなりしてきたら、ちょっと端っこに寄せて肉たっぷりお肉 600g 分入れます。お肉は絶対に炒めてから最後煮てほしくて、その生煮えじゃないけど赤身の状態で煮ちゃうとスープにね結構アクとかえぐみが染み出しちゃってあんまりね美味しくないことになっちゃうので、確実にまずフライパンで炒めてからスープ系のねものを足してあげてください。じゃあ牛肉がもう 7,8 割方ね火が入ったらたっぷりのマッシュルーム軽く炒め合わせて、ここに赤ワイン、安い赤ワインで大丈夫だよ。こちらを 100cc、 お水を300で、この状態でちょっと1分ほど加熱します。赤ワインのねアルコールが飛ぶように。ちなみにねマッシュルームの食感をすごい残したいんだったらもうちょっと後から入れても大丈夫です。軽くね煮込む時にマッシュルームは確実に火が入るので、僕はちょっと香ばしさも出したかったんで早めにちょっと炒める作業を含めてやったんだけど、そこら辺はお好みですね。で沸騰して1分間ほどしっかりと煮立たせてあげてください。ではしっかりと煮立たせてアルコールが飛んだら、今ね赤ワインのうまみをねお肉が吸ってくれてるので、こちらにデミグラスソース缶1缶入れちゃいます。ちょっとここも水洗い、軽く水入れます。はい、じゃあ余すとこなくねデミグラスソース缶注ぎ込んだら、はい、こちらを溶かしてで5分ほどしっかりと煮込みます。で完全にもう周り煮立ってきたら、この状態で弱火にしてちょっと10分ほどしっかりと煮込んであげます。で軽くねここで水分飛ばして味を凝縮したいと思います。で煮立たせるというか10分間煮込むときは蓋しなくて大丈夫です。ちょっと水分飛ばしてあげて。ではこちら10分ほど煮込んだものになりますね。でまだちょっとシャバってはいるんだけど、でちょっとここで味を見てもらいたいんだけど、多分ね味見してみたら今回同じように作ってくれるとね分かると思うんだけど、多分ね普段イメージしてるやつよりもちょっと味が薄いんですよ。パンチがね効かないと思うんで、僕はここでさらに味付けをしていきます。ケチャップ、これで簡単にこちら大さじ2コクを足しますね。はい、中濃ソース、こちらも大さじ2杯。これでねだいぶ旨味が足されます。牛肉のね出汁をちょっと入れた牛肉の出汁を出したくてダッシュで入れますビーフブイヨンとかねキューブのやつ売ってると思うんでそっちでもいいんだけどね、今家にあったのがこれだったんでこちらの出汁だ。これ牛骨の出汁ですね。これでねめっちゃ旨味追加されるんで、これでかなりコクがあるやつになるんだけど、でこの後もうちょっと塩コショウは入れるんだけど、先ほどのケチャップ、中濃ソース、だしだを溶かして混ぜ合わせます。こうすることでねもしかしたらさっきのねケチャップとか入れてない状態がこそ上品な味っていうのかもしれないんだけど、多分ね僕の料理をねいつも作ってくださって美味しいと思ってくださってる方だとしたらこれ味薄くねって絶対なると思うんで、これくらいやってください。でもベースとしてのねデミグラスソースがあるのでうまいことに変わりはないですね。これで再度味見して塩コショウを入れます。味は完璧です。じゃあ塩分は結構ねそこまで入れなくてもいいかなって感じなんで少々胡椒ですね。胡椒はちょっと多めにで10分間煮込んだことによって先ほどいっちゃん最初の時のシャバシャバ感はなくなって軽くねとろみは
ついてきてますね。そしたら基本的にこれで完成なんですけれども、このビーフストロガノフの肝となるこちらサワークリームですね。これは完成間際に入れてください。酸味がサワークリーム入ってるんだけど、あんまり早い段階で入れて煮込んじゃうと酸味が飛んじゃうんですよ。なのでサワークリームはラスト 180ml です。 20% オフ。これです。結構塊なんですけども、火は弱火で。すごない？クリームチーズみたいな濃厚さがあるね。でこれ溶かしてます。でビーフストロガノフ、見た目はビーフシチューよりも全然白っぽいですね。ホワイトソースじゃないけど、この色で、サワークリームがない場合はここは生クリームとお酢で代用しても大丈夫です。で最後じゃあ一煮立ちさせたらもう火止めちゃいます。サワークリームが溶けきらなくてもいいので。こちらで簡単ビーフストロガノフ完成。じゃあ今回はご飯と一緒にね、実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まずはね、もうさ、見た目からびっくりだよ。おしゃれ。ちょっとまず普通にこれだけいただきます。コク、サワークリームがすごいわ。ちょっとじゃあいただきます。うんまっ。めっちゃうまい。すごいうまみが、牛肉柔らか。いや本当にサワークリームのこのコクみたいなの最後に足してるのが全然味変わるし、すごいね。もううまみだよね。すごい。これは多分コメント書いてくださった方も喜んでるんじゃないかな。うまっ。やっぱこのサワークリームが入るだけで、んその基本はビーフシチューの素みたいな感じになったからさ、うんハヤシライスベースだと思うんだけど、ん全然違う。めっちゃうまい。これまあ名前でまずもうみんな驚くと思うんだけど、こんないきなし目の前に出されたら、驚かない人いないでしょ。これはすごいよ。うまっ。でも本当に酸っぱい酸味じゃなくて、爽やかな本当にほのかなね、美味しい酸味だよね。そうがすごいわかる。サワークリームってマジでうまいね。なんか本当に最初本当にビーフシチューっぽいんだけど、後味にいきなりサワークリームがガーンってくんだよね。生クリームの、ね、これがもうそうめっちゃうまい。生クリームみたいなコクプラスちょっと酸味、あとキノコのうまみもめっちゃ出てる、ね、やっぱマッシュルーたくムですよ。さん入れてくれてるから、こうちゃんがやっぱ野菜とかをやっぱね、惜しまずたくさん入れてくれてるのは本当いいと思う。肉がでけえ。ブロンって入ってる。超うまいんだけど。柔らかいね、お肉ね。あとはちょっとこうちゃん、パン温めたからちょっとパンで食べたくない？もちろんね、お米にも合うんだけど、ちょっと見て、まだバリバリ。これね、あれなんだよね。大好きなパン屋さんのパンなんだけど、これがマジでうまいの。じゃあちょっとつけていただきます。ちょっと待って、うますぎ。チーズとの相性もいいね、この酸味。うわ、どっちで食べるって言われたら悩む。どっちもねどっちもお店でパンにしますかライスにしますかって言われたらもうどっちも。もうソースに相性抜群。
でさ、本当に酸味が変わってるから全くコクがあるのに全くしつこくないんだよね。こうちゃんがもう食べきっちゃいそうなんで、もうお米がなくなるから。おかわり。でなんか今ちょっとおしゃれぶってさ、分けたけどもうこの中にご飯入れて食べた。ということで本日はですねリクエストにもいただいてた、ビーフストロガノフをねこうちゃんに作っていただいたんですけども、本当にお手軽なビーフストロガノフっていうタイトルにはなっておると思うんですけども、もうそんなことは絶対思えないぐらい出てきたなんだこの手の込んだ料理はって絶対驚いてもらえるビーフストロガノフになってると思うんで、ぜひ皆さん作っていただきたいなと。もう本当にコクがあって旨味があるのに全くしつこくないっていうのがもういくらでも食べれちゃう感じだよね。でぜひねパンとご飯と一緒に食べていただきたいなと思います。一応ね、他にもじゃがいもとなんかマッシュポテトとかを添えたりとかで食べたりもするみたいだし、あと今回ねサワークリーム使ったんだけど、ぜひともねサワークリームを買ってほしくて、でサワークリームもし量が多いやつを買っちゃって余ったりとかしたら、サワークリームとスイートチリソースをフライドポットにかけたりとか、あれめっちゃうまいよね。うまいうまい。そういうのもあるんで、他にのね使い方もあると思うので、ぜひぜひサワークリームを使ってこれ作ってみてほしいですね。はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。